こんにちは、YouTube 鍼灸院です。今回は神経と小腸系についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。東洋医学の考え方で体にはこんな風に経絡と呼ばれている気血の通り道があると言われています。今回の動画はその通り道である経絡の一つについてご紹介していきます。まずは主要な経絡である整形12経脈の流れを見ていきましょう。肺経、大腸経、胃経、脾経、神経、小腸経、膀胱経、腎経、心包経、三焦経、胆経、肝経、そしてまた肺経に戻ります。今回は5番目の神経と6番目の小腸経について見ていきましょう。以前にもお伝えしましたが、整形12経脈の横並びの経脈は陰陽関係や表裏関係にあります。つまり密接なつながりがあるということです。心臓と小腸は一見全くつながりがなさそうですが、東洋医学でこの2つはとても深いつながりがあります。その理由はルチューという経脈の流れを見てみるとわかります。そういえば心臓と小腸ってがんが少ない臓器ですよね。それは心臓と小腸が深いつながりがある臓器だからかもしれませんね。それでは神経と小腸系のルチューを見ていきましょう。ルチューとは経脈の流れのことを言います。神経は心臓の中から起こり、神経に属し横隔膜を貫き下り、小腸をまといます。その死別は神経から上って咽頭や食道を挟んで、さらに上に上って目径につながります。その直行する脈は神経より肺に上り、さらに下って液下の曲線血に出て、下って上腕の内側を巡り、清冷血を経て中下の内側にある小開血を過ぎ、前腕前内側の霊道、通里、陰激血を過ぎ、主関節前面の黄門内側端にある心門血に出ます。心門から主小に上り、小腹血を経て小子外側端にある小小血に出て、これより次の小腸経に交わります。小腸経は小子内側端の小託血に起こり、手の内側にある前骨、後傾血を巡り、手根にある腕骨、陽骨血を上って前腕後内側にある陽老血に出て、さらに上って姿勢血を巡り、肘の内側の尺骨神経口にある小開血に出ます。小開血から上って上腕後内側を上り、肩関節にある肩底血と受油血に出て、肩甲骨にある転送、平風、極円血を巡り、肩上の肩外油と肩中油を過ぎ、大椎血で左右に交わります。大椎から鎖骨付近の血盆に行き、そこから胸中に入って団中のところで心臓をまといます。さらにもう一つは血盆から喉を巡って下行し、横隔膜を貫いて胃部に至り、さらに下行して小腸に属します。その死別は血盆より上行して頸部にある転送、転葉を巡り、頬にある肩稜血に上って目の外眼角に至り、胆経の同子稜血と交わり、耳の前にある三小経の和稜血を経て長球血に行き、耳の中に入っていきます。また別の死別は頬にある肩稜血から目の下に上って鼻に至り、目の内眼角にある生命血に入り、次の膀胱経へとつながります。神経と小腸経の症状。神経が病むと次のような症状が現れることがあります。喉の渇き、胸の痛み、目が黄色くなる、脇が痛む、神経上の痛みや冷え、手のほてり。小腸経が病むと次のような症状が現れることがあります。喉の痛み、下顎の腫れ、頸部の運動制限、肩や上腕の痛み、難聴、目が黄色くなる、頬の腫れ、小腸経上の痛み。神経の経血。経血とは一般的にツボと呼ばれているもののことです。神経の経血は9血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。小開。
小海の位置は肘を曲げ、肘の内側にある骨の出っ張りと、肘を曲げた時にできる肘のシワの内側端を結ぶ線状の中点です。効能は耳鳴り、目の充血、蓄膿症、鼻炎、心臓病、首のこりなどがあります。心門。心は心を増すと言われており、この心とは感情、意識、睡眠、思活動など、すべての精神活動のことを指しています。その心が出入りする重要な門が、この心門というツボです。心門は手首の横じわを小指側に撫でていくと指が止まるところにあります。効能は心臓疾患、精神病、神経症、消化器疾患、関節炎、便秘などです。小小。小小は小指の爪の親指側の根元付近にあります。効能は気絶、動悸、心痛、精神不安などがあります。小腸系の経血。小腸系の経血は19血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。小託。小託は小指の爪の付け根の外側にあります。効能は狭心症、胸痛、激しい頭痛などです。後頸。後頸は手を握った時に小指の付け根付近にポコッと出てくるシワのところにあります。効能は首のこわばり、耳鳴り、陰後部の腫れや痛み、ぎっくり腰、頭痛、腸出血などです。小海。小海は肘を軽く曲げた時に出てくる中頭と呼ばれる一番大きな出っ張りと、もう一つの小さな出っ張りの間にある間黄部にあります。効能は頭痛、首の痛み、肩から肘の痛み、下腹部の痛み、熱などです。長臼。長臼は耳樹の前で口を軽く開けた時にできる間黄部にあります。効能は耳鳴り、中耳炎、難聴、結膜炎、めまい、視力減退、記憶力減退などです。いかがでしたか？神経は心臓だけではなく、小腸はもちろんのこと、肺や胃、喉や目とつながっていたのですね。また、小腸系も小腸や心臓だけではなく、胃や耳や目とつながっていたのですね。毎回思うことですが、昔の人はどうやってこのつながりを発見したのでしょう。経絡を学ぶたびに東洋医学の奥深さに触れることができます。今後も東洋医学の面白さをお伝えしていきたいと思います。次回は奇形が神経や小腸系の食べ物や簡単レシピをご紹介します。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしよければ高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。